はいどうも皆さんこんにちは、あきらです。 DJI さんがこの RS4 ミニをねとにかく使ってみてほしいと、僕あんまりね興味なかったんですけど、使ってみたらねかなり良かったです。めちゃめちゃね使いやすくてパワフルで、僕の中でのね小型ジンバルの概念がマジで変わりました。なので今回は DJI RS4 ミニをね徹底的にレビュー紹介していきたいと思います。はい、ということでですね、冒頭の映像いかがだったでしょうか。今回ね、この RS4 ミニと Lumix の S1M2 とかをね、使っていろいろと撮ってみたんですけれども、かなりですね、滑らかなね、いい感じの映像が撮れてたんじゃないかなと思います。今回これね、DJI さんからね、どうしてもちょっと使ってみてほしいという感じで言っていただいて、僕あんまりね、この RS4 ミニが出た時はそんなに興味がなかったんですけど、いや、言うてミニでしょみたいな感じで思ってたんですけど、謝りたいです。はい、めちゃめちゃ良かった。すごいパワフルで、なおかつね、このコンパクトさが、めちゃくちゃね、こう刺さりましたし、いや、もうちょい早くね、持ってたら、こう、香港とかね、いろんな海外にも持っていけたなというふうに思ってるので、今回はね、これを改めてね、紹介できたらなというふうに思っております。僕のようにね、この RS4 ミニ、発表してたけど、いや、スルーしてたなっていう方、ちょっと改めてね、一回ね、一緒にちょっと見てみませんかというところで、今回ですね、この RS4 ミニをね、ご紹介、徹底的にね、紹介レビューをね、していけたらなというふうに思っております。はい、ちょっとね、今解体してみたので、ここからですね、実際にね、組み立てをね、紹介しつつ、これで何ができるようになったのかっていうのをね、どこが進化したっていうのも紹介していこうと思います。まずですね、今回のこの RS4 ミニですね、積載重量が約 2kg ぐらい、になっておりますので、言うてもね、しっかり乗りますよ。なので、これぐらいのね、S1M2 と1個レンズとか、あと FX3 と、やや大きめの G マスターぐらいもね、全然乗るかなと思いますので、全然フルサイズ一眼とかもね、乗っちゃいます。ただね、BMCC とかのちょっと横大きめなやつとかなってくるとね、若干しんどさはあると思うんですが、2キロ以内であればね、結構ね、柔軟に乗るかなといったところです。で、割とね、全体的にね、微調整ができるようなノブとかがね、ついていたりしますので、結構ね、バランスのね、取りやすさがアップしています。はい、まず組み立ていきましょうか。まず三脚を取り付けて、でですね、まずはここのね、プレートを、かましてあげます。これをですね、こんな感じで、はい、後ろに入れてあげて入れると。で、それをね、ここでしっかりとロックしてあげるといった形ですね。で、今回カメラね、Lumix の S1M2 と2460のね、レンズをつけて撮っていたんですが、こんな感じでカメラのね、底部分にプレートを取り付けてあげて、ちょっとね、ドライバーでしっかりと締めてあげて、でですね、もうこれだけです。で、このね、上の部分にスライドをさせて、ガチャンと止めて、で、ここのね、ロックをしっかりとかけてあげるといった形です。でですね、ちょっとバランスをね、取りたいと思うんですが、これをね、アンロック、していくと、はい、こんな感じで、アンロックするとこんな感じになるので、ここからね、やや簡単に、バランスを取っていきますと。はい、こんな感じで大体ね、バランスをね、取ってみました。これでね、はい、今何も入れてなくても、多少ね、しっかりバランスが取れています。で、ここに電源ボタンがありますので、これをつけてあげると、はい、電源がついて使うことができると。はい、でね、この RS4 ミニでもう一番ね、進化したところはもう自動ロックです。もうこれにつける、本当に。はい。ここにですね、電源ボタンがあるんですけれども、これをね、一回押してあげると、はい、ガチャッとロックされるんですよ。それでね、もうこんな感じで、はい、全然こうジンバルとしての機能は果たしません。ここのね、軸すべてがロックされた状態になります。で、これもう一回押してあげると、はい、ロックが解除されて、で、また撮影をね、し始めると。で、さらにこれを長押しを押してあげると、電源を切りつつ、もうこれを閉じた状態でさらにロックをすることができる。だからもうこのままね、持ち歩いたりとか、このままね、しまっておいたりとか、そういうことができるようになったわけですよ。これめちゃめちゃ良くないですか？これに関してはもうちょっと大きめのモデルのね、RS3 Pro とか RS4 Pro とかもね、対応してるんですが、ミニシリーズであれば RS3 ミニから進化した RS4 ミニで、このね、自動ロック機能がミニにもついたというところで、もうこれがね、めちゃめちゃ楽。もうこれだけでも RS3 ミニからね、乗り換える価値があるのではないかと言えるぐらい、本当にね、めちゃめちゃ便利なところです。で、さらにですね、RS4 ミニのね、さらに進化したところは、縦位置撮影です。これもめっちゃ簡単にできるんですけれども、ここのね、後ろのこのネジを回してあげて、よろめて、で、これを押しながら引くと、すぐにここのね、
台を取ることができます。こんな感じで。で、それをさらにね、押しながらつけて、で、またネジを締めてあげれば、これでね、すぐに縦位置の撮影がね、できるようになるんですよ。ここからね、またバランスはね、取った方がいいんですけれども、これめちゃめちゃ楽じゃないですか。実際にね、僕たちもこれで16対9をね、9対16にしながら動画撮影をしてみたんですけれども、インスタのリールとか YouTube ショートとか TikTok とかね、そういったところのコンテンツをよりね、撮りやすくすることができるようになったというところで、これがさ、このミニサイズでできるっていうのはかなり便利じゃないですか。結構本当にね、SNS のコンテンツクリエイターさんたちにとっては、めちゃめちゃね、嬉しいポイントに、ね、なるんじゃないかなというふうに思っております。で、その他で言うと、まずこれですね、このアームをね、取り付けることができるようになったので、DJI の浪人とかはね、よくあるこの企画のものが、はい、こんな感じでね、スライドして入れてあげると、こういう風につけることができて、もうこのままね、それこそローアングルであったりとか、ハイアングルとかね、両手で、使えるように、ね、なったりするので、人によってはね、使いやすいかなといったところがあるのではないかと思います。で、さらにですね、こちらですよ。はい、トラッキングモジュールですね。これがね、結構面白くて、これね、ここにつけれるんですよ。はい、こんな感じで。で、これで電源つけてあげると、ここがね、赤く光りますよね。で、これが何かというと、これがね、被写体を認識して、で、そこにトラッキングしてくれるといった形です。今これちょっとジョイスティックとかでね、カメラ回してみてるんですけれども、でちょっとはるきくんごめん、手上げてみてくれへん。ほんで、認識するかな。認識したら緑になって、ちょっと動いてくれる？はいはいはい、いいね。はいはいはい。で、こっち側行ってちょっと座ってみて。はい、このまま。はい、座ったら、はい、それをね、座ってくれると。で、もう一回手を上げると、多分、はい、停止すると。で、これをね、オフにできるみたいな形になってるんですけれども、面白くないこれ。なんで、このジンバルってね、こう撮影するっていうのはもちろんやけど、被写体をこう、追いかけながら追従させながらこうワークをねしていく必要があるんですけど、それがね苦手な方いらっしゃると思うんですよね。あとは、自撮りをねする方とかももう自分をね撮りたい時追従してほしい時はもう手を挙げてでここにねやってあげればもう追従してくれるっていうので、これがねめちゃめちゃ便利で電子接点がねついてるのでもうこれつけるだけでね電源ここに入ってで活用できるようになってますので、しかも RS4 Pro とかねあっちのシリーズとかも互換性があるので、1個だけ持っておけば他のね機種でも使えるよっていうのがあるので、これはねかなり楽かなと思います。でですね、もう一個進化ポイントがあるんですけど、スマホ撮影です。これ僕意外とめっちゃ嬉しいところなんですけれども、これさ小さいカメラはわかるじゃないですか。カメラはね全然乗るんですけど、これね iPhone とかでもいけちゃうんですよ。今回ねちょっと iPhone16 Pro Max があるんですが、この台座のプレートのところにですねこんな感じでなんかスマホホルダーとか何でもいいんですよ。これをねちょっとつけてあげます。で、これでスマホをねそのまま載せてあげるといった形ですね。もうそれだけです。で、スマホをここに載せてあげるということで、もちろんね、ちょっとジンバルのね、再調整は必要になるんですけれども、これでですね、スマホでのね、ジンバルの操作がね、可能になります。つまりどういうことかというと、加減のね、制限もすごくね、下にあるんですよ。こういったね、ミラーレスフルサイズ一眼から、コンデジはもちろん、こういったスマホぐらいのね、軽量なものでも、ジンバルでね、使えるっていうのがめちゃめちゃね、いいところです。はい。なので、スマホジンバルをね、もう買わなくても良くなるっていうところで、そういったね使い分けもできるのがこの RS4 mini のねいいところかなと思います。はい。でですね、実際の操作感みたいなところもねちょっと見ていこうと思うんですが、ちょっと大前提ね、僕そんなにねジンバルってカスタマイズしないんですよ。もうほぼほぼデフォルトの状態でね結構バワって取っちゃったりするんで、そんな僕のこだわりとかは全然ないんですけど、簡単に操作だけね紹介しようと思います。まずねここのジョイスティック、これでもうカメラのね向きが回ったりとか、いろんな方向を向いたりするようになるので、ここがね、一番ね使うところかなと思うんですが、背面にねここにトリガーがあります。これをね使うことによってダブルクリックで真正面を向いて3回で、はい、逆にね、インの方に向いてくると。で、また2回押せば、またね、向こうに向くみたいな感じですね。一番使うところで言うと、M ボタンと、このトリガーのね、両方を長押しさせてあげると、はい、キャリブレーションが始まります。これはね、その各3つのモーターのね、負荷をこう最適化させて、モーターのね、バランスを調節してくれる、オートでね、これらは全てできるんで、僕はね、撮影前に必ずやってるんですけど、ジンバルの負荷をね、最適にさせることができるので、こういったこともね、できたりします。あとね、ちなみにさっき言い忘れたんですけど、ここのね、側面にこのジョイスティックかズームかっていうね、選べるダイヤルがあるんですけど、これをジョイスティックにしてると、ここのね、ジョイスティックがこの方向のね、
ね動くジョイスティックとしてなるし、これがですねズームの方になると、これカメラとね連結させたら、これでズームインアウトとかがねできるようになったりします。でその他にも側面にですねこれモード切り替えがありまして、 FPV、パンフォローでパンチルトフォローとね、ここで変えれる、物理的に変えれるっていうのはすごくいいですね。なのでFPV とかにすると、この全体のね軸がはい、できるようになったり、パンフォローにすると、上のねチルトはいかずに横パンだけに効くと。でパンチルトフォローにすると、上も横も効くといった形に割り当てられます。 FPV はもう全部ですね、ここの横軸も全てがついてくるような形になります。はい、っていう感じでだいぶとね、お分かりいただけたかなというふうに思うんですけれども、ここからですねこのねジンバルの性能面の限界をねちょっと調べてきました。実際にこのミニでどこまでできるかっていうのが結構大事だと思うんですけれども、まず一つめちゃめちゃ驚いたところは、ソニーの FX3 と 7200mm、F4 の OSS2 型のねレンズを使ってたんですけど、いわゆる長玉ですよ。はい、乗ったんです乗って撮れました。これねちょっと見ていただきたいんですけれども、すごくないですか？このレンズはね、インナーズームではないので、ズームをねすると伸びちゃうんですけど、ズームをしないね 70mm ぐらいであれば全然ね撮影することができました。でめちゃめちゃ微調整したりキャリブレーションしっかりやれば 100mm ぐらいはね撮れると思うんですけれども、200まではねさすがに使えないんですが、しっかりとね滑らかな動きでね撮影することができました。このレンズ自体がね 840g もありますので、積載重量的にもね、ギリ耐えてるんですよねっていうところもあるので、割とね、ここまでね乗っちゃうのはかなり珍しいし、長玉でねこうジンバル使えるって、結構なパワーがねあるのが分かるんじゃないかなと思います。で僕がね一番やっぱり気にしていたのはモーターパワーです。いくらで積載重量が 2kg いけるとはいえ、この結局 RS4 Pro とかこうミニとかってモーターパワーは全然違うんですよね。ここの3軸のジンバルのモーターのパワー、要は制御力っていうのが違うんですけど、ここに関してはねやっぱりねミニっぽさを感じました。はい、どういうことかというと、十分に使えますし、しっかりとね制御はできるんですが、やっぱり RS4 Pro とかと比べるとちょっとこうカクつきがねこう起きやすかったりだとか、やっぱりねちょっとこの手のね振動をダイレクトに感じやすいっていうねところは感じるんですよね。すごいね感覚値で申し訳ないんですけれども、やっぱりねこう撮影時にね自分が撮っているものがなんかこうちょっとねこうダイレクトに伝わってる感じがある。やっぱり RS4 Pro とかの方がちょっとこう浮遊感があるね撮影ができたりするんですよ。だからこうちょっとこう攻め込んだものとかロングカットを撮りやすいっていうね特徴があるのかなと思ってるんですけど、やっぱりこのミニはそれなりにね大きいサイズ感で撮っているとちょっとだけ出てくるような印象があります。特にですねこちら、ルミックス S1M2 と S Pro 50mm、 これ 900g ぐらいね超えちゃってるレンズなんで、実質 2kg いかないんで撮れるんですよ。でもここがやっぱ限界だなと感じますし、これだとちょっとやっぱしんどさをね感じました。この組み合わせで 50mm の単焦点で撮っていたんですけれども、全然ね短尺で使う分にはいいんですけど、やっぱりこう長めのねワークでこうしっかりと使いたいってなると、ちょっとねやっぱモーターパワーがね若干足りないような気がしてくるので、割とこうカメラワークガンガンやるっていう方はやっぱりこうレンズを小さくしてあげて、でこう滑らかなね動きをしていくっていう方が絶対いいのかなというふうには感じました。はい、ではですねここからは実際のね、僕が感じた使用していてのね使用感みたいなところを、お伝えしていこうと思います。まずねもう前提で一番お伝えしたいのはもう自動ロックです。もうこんなにね便利なものはないので、もうこれだけでも本当に選ぶ価値はある。もうこれがねジンバル撮影のハードルをかなり下げてくれます。旅行とかにもね全然入るサイズだし、旅行中にそのジンバルがガッチャやらなくても、もうすぐにね起動してすぐに始めれて、ですぐにスリープに入って、でしかもすぐにこれらをね解除して、電源をね切ることができるっていうのはもうマジでねめちゃくちゃ楽なんで、ここをね本当に伝えたいです。であとね地味に嬉しかったのはこれですね。やっぱこれがね、ついてくることによってこうやっぱりローアングルの撮影がしやすかったです。結構足元とかもね撮ってみてたんですけれども、サクッとねこの絶対にねこう手持ちじゃ撮れないようなシーンが撮れますし、こうローアングルでのね撮影が本当にやりやすいので、このハンドルはね非常に安定していて使いやすかったなという印象です。で一方でね若干不便に感じるのはやっぱりねここをね外せないっていうところなんですよ。 RS4 Pro とかってこう分解できるんですけど、これだけここはね取れますけど、この足だけはただこれがねやっぱこう
個になってるっていうのはちょっとね、次回作からはね、ちょっともういい加減ここをね、撮れたらもっといいなというふうには思います。で、あとはね、ちょっと大きめのカメラになってくると、ここのね、ファインダーの干渉がちょっとね、怖くなる時があるので、それこそね、この S プロレンズをつけると、重心がね、結構前になるので、カメラをね、後ろにつけないといけなくなるんですよね。そうするときは、ちょっとここがね、干渉してしまったりもあったので、若干ね、ここのね、やっぱ幅のね、狭さっていうのは、感じてきます。で、あとはカラバリですよね。今回の RS4 ミニ、このライトグレーしかないんですよ。なんで普通にブラックも用意してほしかったなっていう感じはあるんですけど、僕はね、全然気に入ってますけど、人によってはね、ブラックが良かったっていう方もね、結構おるんじゃないかなと思うので、そこはね、若干、注意点というか、そういった仕様ですっていうのを最後にね、お伝えしようと思います。という感じで、いかがだったでしょうか。RS4 ミニ、かなりね、いいんじゃないかなと思うんですけれども、他のね、モデルとの比較をね、最後にして終わろうかなというふうに思います。今回の RS4 ミニのね、価格は、51,480円とのことです。単品がですね。で、トラッキングモジュールとハンドルですね。これがついていて 63,140 円です。で、さらに、クリエイターコンボというのがあって、スマホホルダー付きのものもあるんですね。それだったら 65,780 円になりますので、ちょっとね、選び方はいろいろあるかなといったところですよね。僕的にトラッキングモジュールとこのハンドルは、ないところから始めて、必要になれば、足すっていうのでもいいのかなと思うので、5万円台からね、始められるっていうところで、この RS4 ミニはね、かなり手に取りやすい価格にもなってるんじゃないかなと思います。で、一方でですね、その上位モデル RS4 と RS4 Pro があるんですけれども、僕、このどっちかであれば、4 Pro が結構一択ではあるんですが、RS4 の方は積載重量が3キロまで対応していて、バッテリーも長持ちですし、グリップのね、取り替えもできたりするので、やっぱりちょっとこう、いろいろとね、使い勝手は良くなってきます。で、RS4 はね、6万円からとなっていて、RS4 Pro ですね、こっちが積載重量 4.5 キロ。で、カーボンファイバー素材なんで結構軽いんですよね。そこまで負担に感じない重さになっていて、で、なおかつね、外部機器との連携もかなりね、できるようになったりするんですけど、僕はね、デュアルハンドルグリップみたいな、ティルタのね、かませるやつを、ね、使って、両手でね、しっかりと囲って持つようにしていたりとか、あとは DJI の SDR トランスミッションとかとね、組み合わせて映像伝送をね、よりこうやってみたりだとか、結構いろんなこう拡張がね、できるようになってきますし、結構業界水準になっているので、割と動画をね、がっつりやるっていう方は、結構 RS4 Pro が一択かなと思っております。やっぱモーターパワーが全然違うんですよね。ミニもめちゃめちゃいいんですけど、やっぱりこう無茶したね、撮影ができるし、もうあんまりね、こう重量こう厳密にね、バランス取らなくても、モーターでやっちゃえるみたいな感じはあるので、その分下手りそうやけど、僕は結構 RS4 Pro か、ミニかのどっちかのね、2極化して選ぶのでもいいのかなと僕はね、思ったりはしております。はい、というわけで今回いかがだったでしょうか。僕がね、おすすめする用途としては、ジンバルを使いたくない時にこそ持っていけるジンバルだと思っています。どういうことかというと、僕らは RS4 Pro とか今まで RS2 Pro とか使っていたんですが、やっぱサイズとか重量感になると、やっぱね、ジンバルちょっとめんどくさいなって思っちゃうんですよ。そういった時にこのミニがあれば、ミニぐらいやったら持っていこうかなっていう風にね、全然慣れるし、自動ロックもね、含めてすごい使い勝手がいいので、そういった用途にはすごくね、いいんじゃないかなと思います。一方で、モーターパワーっていうのは、やっぱりね、まだミニではあるので、本当にこうブレずに、もうめちゃめちゃね、厳密にね、ちゃんと撮りたいという方は、やっぱりね、ミニでは物足りないというね、感じる方もいるかもしれないので、そういった方はね、RS4 Pro とか使っていただくといいんじゃないかなというふうに思います。そういえば今回ね、ルミックスのね、作例たくさん出ていたと思うんですけど、今回ですね、ルミックス S1M2 でね、撮影したアリログ C3 のね、カラーデータになっています。で、それらを僕がね、発売しているルミックスカラーパレットというですね、5つのね、ライトルームプリセット、4つのオリジナルラット、2つのリアルタイムラット、で、2つのパワーグレードをね、全部まとめたフルコンプリートパックのね、もので編集をね、したデータになっています。めちゃめちゃ綺麗だったと思いますし、すごいね、ルミックスのいい映像だったと思うんですけど、さらにそれらをね、よりこう活性化させて、よりね、いい映像、いい写真をね、撮っていくためのね、ものもね、僕たちが運営するビジュアルパークの方でね、販売しておりますので、もし興味があればね、こちらもぜひチェックしていただけるとすごく嬉しいなというふうに思っております。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。